お久しぶりです。アウトドアライフ23のカズです。久しぶりに喋り動画を作ってみました。今回の動画は買ってよかったものが結構溜まってきましたので、今日はそれを全てご紹介していこうと思います。久しぶりのね買ってよかった動画なのでたくさんあるのでちょっと早口にはなると思いますけど、できる限り分かりやすく伝えていこうと思います。それでは行ってみましょう。まず初めに紹介するキャンプギアっていうのは、僕のキャンプの楽しみをさらに広げてくれたギアになります。その道具っていうのがこちら。またエバニュー商品を購入しました。今回購入したギアっていうのはスタッキングに非常に優れているギアっていうところで、僕自身が持っているエバニューのクッカーとの互換性が非常に高いと思って今回恐る買ったギアにはなるんですけど、これがかなり互換性が良く、そして快適にキャンプができたっていうところで、どういうふうにスタッキングするかっていうと、こんな感じで僕が山で一番使っているクッカーセットにもスタッキングすることができましたし、キャンプの際によくコーヒーを入れているこちらのエバニューの小さなこのクッカーにもギアを3つ入れることができるというところで、非常にエバニュー商品の互換性の良さっていうところを痛感しまして、ちなみにこのねカップの重さっていうのは24キロ。非常に軽いですし、コンパクトサイズですので、本当に持ち運びに便利なカップがまた一つ増えたなというふうに思っています。友人と行った時におもてなしできるように購入してみたので、1人だけじゃなくて2人以上でも楽しくお茶を楽しめることができればなというふうに思ったので今回購入してみました。ちなみにこれはね2024年に発売されたばかりの新しい商品ですので、持っている方はまだ少ないんじゃないかなというふうに思います。というわけで、ぜひねエバニュー商品をね持っている方は購入してみてはいかがでしょうか。はい、続いて紹介する道具っていうのは、僕自身今回ね購入したギアの中でもトップレベルに気に入っている道具の一つです。キャンプ界のランタンの王様ゴールゼロをね超えるかもしれないランタンを手に入れたので今回ご紹介しようと思います。そのギアっていうのがこちら。このコンパクトなランタンになっています。見てください。これ手のひらに収まるランタンです。しかも明るくて用途が多いランタンになっています。一つは普通にランタンとして使うこともできますし、あと懐中電灯としてボタンをね切り替えるだけで懐中電灯としても使えますし、このねクリップがついているおかげで、このクリップを使って帽子のつばにつけることでヘッドライトとして使うこともできる。またクリップには磁気がついているので、いろんなところに磁石を使ってつけることもできますし、そしてこのランタンの重さですが 17g といって非常に軽いランタンになっています。軽さ、コンパクトさに優れているライトかなというふうに思います。僕自身ね一つの道具でいろんな用途が使えるギアっていうのは好みなギアなので、そのねランタン系で出てきたっていうのが非常に嬉しいなというふうに思っています。しかも充電式っていうところと、なおかつ端子が USB-C というところで、最近 USB-C のものが増えてきて、僕自身もコードもね一本化したいなというふうなところで USB-C で充電できるランタンを探していたところ、このランタンに出会いまして、そしてなおかつコンパクトでいろんな用途に使えるっていうランタンを発見した時に、これはいいなというふうに思って購入してみました。単体だけじゃなくてこのクリップと一緒に使うことによって幅が広がるなというふうに思います。ゴールゼロも僕自身も4年ぐらい使っていて、結構ねバッテリーの方がへたってきているので、そろそろ買い替えの時期かなというふうに思っていたので、全てこのライトにね変換していこうかなというふうに思っています。ゴールゼロから買い替えを考えておられる方はぜひねこのランタンおすすめ。ランタンというかライトですね、非常におすすめですので、ぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。続いて紹介するギアっていうのは、焚き火で非常に活躍してくれる新しいギアを手に入れましたのでご紹介しようと思います。そのギアっていうのがこちら。このくさびになります。くさびの存在っていうのを正直な話最近知りまして、知ったきっかけっていうのが
この動画で出ていたキャンパーさんとご一緒した際にこのくさびを使われていて快適に巻き終わられていたので、これ僕自身ちょっと使ってみたいなというふうに思ったので今回導入しました。これの良さっていうのはバトニングとは違って本当に硬い薪も簡単に割れるっていうところに驚かされました。広葉樹であったり蜜の濃い木材になると非常に割りにくいっていうところで、特にこれからの季節は汗だくになりながら薪を割っている時もありました。くさびならハンマーで叩くだけで簡単に割ることができたので、これはねちょっと導入してみてもいいかなというふうに思ったので今回迎え入れました。力をねあまり使わずに薪が割れるということで、お子さんがいるファミリーキャンパーさんや女性でも非常に使いやすいかなというふうに思うので、効率的にできるっていうところも非常に魅力的なギアかなというふうに思っています。ただデメリットはこのねくさびだけで 340g ほどありますので、持ち運ぶのにはちょっと重いかなというふうに思うんですが、車で持ち運べる際にはこのねくさびを持って快適に薪を割っていこうかなというふうに思いますし、もう薪を割るのがめんどくさいなというふうに思ったらもう自宅でね最初にこのくさびを使って割っておけばキャンプ場に行った際にはすぐに焚き火ができるので、そういったあたりでもこれはね家の中で薪を割る際に使えるかなというふうに思ったので、軽量な道具が好きなんですけど、これはいいかなというふうに思いました。こんな風にねいろんなね薪の割り方っていうのはちょっと探していたところであったので、ちょっと試してみたいなという好奇心がねくすぐられましたので今回使ってみたんですけども、まだね体験してない方はね是非ね体験してみてはいかがかなというふうに思ったので、今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのはこれからの夏かなり活躍してくれるギアになります。僕自身も使って非常に日常であったりキャンプを快適にしてくれるギアになっています。そのギアっていうのがこちら。この偏光サングラスになります。ちなみに、僕自身今かけてみますとこんな感じになっています。このね、サングラスの良さっていうのはまずこのサングラスにしかないギミックがあるっていうところです。どんな機能があるというかでいうと、サングラスって結構なくしやすくないですか。そういった時にこのサングラスだと首にかけることも推奨されているサングラスということで、自分の体から離すことなくサングラスを脱着できるっていう良さ、首にかけられるので頭にもかけやすい、結構スポーティーな構造のサングラスになっているんですが、見た目は日常でも使えるっていうところでいろんな用途に使えるサングラスかなというふうに思います。また偏光サングラスっていうのは普通のサングラスとどう違うかというと、眩しさの原因である乱反射の光だけを遮ってくれるっていうところで、普通のサングラスよりも視界が良好に見えるっていうところで非常に快適にサングラスをかけ続けることができるっていうところが魅力的かなというふうに思います。結構ねサングラス嫌いな方もいると思うんですけど、やっぱりね健康を意識すると紫外線も意識して防いでいかなければいけないなというふうに思いますし、これからねキャンプでもかけていこうかなというふうに今思っているところです。また付属でこのようなギアもついていまして、これ何をするかというと止めることができるっていうところで、室内でもなくすことなくここに戻しておけばサングラスをなくすことがないので、面白いサングラスだなというふうに思ったので今回紹介してみました。この動画の際に、この車を購入しましたって言いたかったんですが、車選びに僕自身迷ってまして、いろんな方にいろんな車を紹介していただくんですが、もうそのおかげもあってもうどれにしようかっていう頭が今パンク状態になっていますので、是非ねそれの車があれば教えていただければなというふうに思っています。はい、続いて紹介するギアっていうのはこの数年で本当に進化したんだなという技術の進化を感じるギアになります。そのギアっていうのがこちら。このスマートウォッチになります。このねスマートウォッチを選んだ理由っていうのは軽さ、そしてバッテリー持ちの良さ、そして地図をダウンロードでき、そして Google マップのようにナビゲーションしてくれるっていうところです。僕自身スマートウォッチには興味があったんですが、
いろんなメーカーが最初の頃は充電の回数が多かったりとか充電の持ちが悪かったりっていうところがあったんですけど、最近どのメーカーも非常にバッテリー持ちが良くて魅力的なものが多いので、このタイミングで一度使ってみるのもいいなというふうに思ったので、今回ね使ってみることにしました。そしてなぜこのメーカーのこのスマートウォッチにしたかというと、僕自身のライフスタイルであったりとかアウトドアスタイルに合っているなと思ったからです。まず一つは僕自身の基準の中で軽さっていうのがあるので、チタン製でできているスマートウォッチっていうのはなかなかないので、チタン製のスマートウォッチにしてみようというところ、スマートウォッチの割に軽い 70g っていうところにも魅力的だなというふうに思いました。機能を制限すればこんな風に40日間持ったり、機能的に惹かれたっていうところは、一つはまず登山の際に地図がこの腕の中に表示することができる。なおかつスマートフォンの Google マップのようなナビゲーション機能もこのスマートウォッチにはついているので、遭難のリスクも避けることができるなという風なところにも惹かれました。また僕自身サッカーフットサルをしていますので、その際のログを取りたい、心拍数であったり走行距離を取れるっていうところもスマートウォッチの良さだなという風に思っているところです。デメリットとしてはディスプレイがね好みのものが少ないっていうところだけがスマートウォッチでは気にしなければいけないんだなという風なことを思った次第です。もしね迷われている方がいれば少しでも参考になっていればなというふうに思ったので、今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのは、今回のギアの中でもっと早く買っとけばよかったなと思っているギアの一つになります。そのギアっていうのがこちら、このウーホスのリカバリーサンダルになります。僕自身3年前ぐらいから欲しいなと思っていて、ただサンダルだしこの値段は出せないなと思っていたんですが、やっぱり使ってみたいっていう好奇心にはかなわないので、今年導入してみてずっと履いているんですが気に入っています。他のサンダルと何が違うかっていうと、もう履き心地です。僕自身サンダル好きなので持っているんですけど、ずば抜けて履き心地がよく、登山の後であったりトレーニングの後に履くと足とか膝とかの負担が少なく歩けるなというふうに実感できるサンダルになっています。もう本当にサンダルってこの値段出せないなって正直は思うと思うんですけど、出してよかったって思えるサンダルになっているので、言葉で言うよりもぜひ履いてほしいんですが、毎年ね夏になると売り切れになるぐらい人気のサンダルなので、春先にすぐ購入して使ったので、この動画が公開された頃には在庫が少なくなっていると思うので、興味がある方は早く購入した方がいいんじゃないかなというふうに思っています。このウーホスよりもいいリカバリーサンダルがあるよっていう方はぜひねコメント欄で教えていただければなというふうに思っています。早く買っておけばよかったなというふうに今思っているところです。そして、今年の夏は全国各地をちょっと飛び回りたいなというふうに思ってまして、おすすめのキャンプ場がありましたらぜひコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。はい、続いて紹介するギアっていうのは、あるギアとあるギアが一つになって2つの役割になってくれるギアになっています。僕自身こういうギアが好きなのでありがたいなと思いながら使っているギアになっています。そのギアっていうのがこちら、このギア何に使うか分かりましたでしょうか。一つは枕として使えるっていうところ、そして枕としてだけではなくてスタッフザック、ギアを整理するための袋としても使えるという、一つのギアで2つの役割があるっていうギアになっています。スタッフザックというか枕というか、このギアのいいところが2つありまして、一つは軽量でなおかつ防水性のある袋になっている。そして枕として使う際はこの内側に入っているポーラテック製のこのふわふわした生地になって寝心地がいいっていうところになっています。まず袋としての機能としては防水性があるので、絶対に濡らしたくないギアをこの中に入れておくと守ることができる。なおかつこの開閉するジッパーには止水ジップが使われているので、この隙間から水が入ることもなく安心してここに入れておくことができるっていうところ。重さがこんな感じの軽さになっていて、この重さだと何かあった時用に持っていく袋としても活用することができるっていうところ。枕として使う場合はこの中に入っているこの素材によって
枕として寝心地がいいっていうところです。また使わない衣類をこの中に入れておくことで枕の高さを変えたりとしてカスタマイズできるっていうところもこの袋、この寝袋じゃないや、枕の良さかなというふうに思います。ちなみに僕自身この袋に何を入れているかというと、よく入れているのはバッテリーであったりカメラレンズ、そしてドローンなどを入れてここに保管しておくことで、電子機器って濡れてしまうと壊れることが多くなってしまうので、そういったものを僕自身入れています。高機能な素材を使って作られている枕、ザクザクかなというふうに思っています。皆さんもぜひ試していただければなというふうに思っています。はい、続いて紹介するギアっていうのは、今回ね紹介するギアの中で一番コスパのいいギアになっています。そのギアっていうのがこちら。そうなんです。こちらのズボンになります。こちらを購入した場所っていうのが GU です。本当にコスパ最強のズボンを見つけました。ちなみに値段はこの価格。やっぱり買いやすい GU っていうのは年に何回かパトロールするべきだなと僕自身改めて思った次第です。購入した理由っていうのが、夏場でも短パンよりも長ズボンが履きたいっていうことを思ってまして、そうなるとタイトなズボンよりもワイドな方が肌と密着度が少なくなって通気性も良くなるので、ワイドなズボンを履きたいなと毎年思っているんですが、 GU でシルエットの綺麗なズボンが見つかったので今回購入してみることにしました。やっぱアウトドアシーンって結構動いたりもするので、そういったあたりでポケットに僕自身結構物を入れることが多いんですけど、そのポケットが常に開いている状態じゃなくて、こういう風にボタンで留めてくれるってあたりで物をなくしたりすることがないかなという風に思うと、非常に考えられたズボンかなという風に思ったので買ってよかったなという風に思っています。どうですか、このパンツちょっと欲しくなりましたでしょうか。グレーをね購入したんですが、自分自身に合う色を見つけていただけるとお気に入りのズボンに出会えるんじゃないかなという風に思っています。このズボンのいいところは裾の部分に絞りがついているので、シルエットも変えることでいろんな用途に使えるなという風に思っています。こうすることによってアウトドアシーンだけじゃなくて日常でも使いやすいズボンになっているので気に入っているところです。アウトドアだけになると週に 1,2 回しか履かないってことになるんですが、日常でも使えるとやっぱりずっと使えるっていうところで、1週間使って洗ってないってことになるんであれなんですが、何度か使えるってことになるとさらにコスパの部分で良くなるなというふうに思うと、やっぱりこのズボンっていうのは買ってよかったなというふうに思っているところです。僕自身も最近はものづくりを本気でしているので、素材であったりシルエットを作る難しさ、そしてコスト面とか非常に勉強しているので、やっぱ GU っていろいろ考えられているんだなというふうに思って、そんなこちらのねワイドパンツ、いろんな年齢の方、そして男女問わず使えるかなというふうに思ったので今回紹介してみました。はい、続いて紹介するギアっていうのは、もっとね早く買っておけばよかったなって改めて思うギアになっています。そのギアっていうのがこちら、このリュック、ザックになります。僕自身ねこのザックは4年前に購入したんですが、4年経っても全く劣化しないっていうザック。そして僕自身このシンプルなデザインということで年をとっても長く使うことができるなというふうに思っているギアです。このギアに関しては本当に4年間ずっと変わらずに日常であったりアウトドアで使っているザックでして、一つはまずこのシンプルな見た目。このシンプルな見た目によってアウトドアシーンだけじゃなくてビジネスシーンでも使うことができて、スーツにも合うカバンになっているので非常に重宝してこの4年間使ってきました。また移動の際に雨が降る心配があると思うんですが、止水ジップを使われていて防水機能があり、なおかつ中には止水テープも貼られていて雨の侵入を防いでくれるザックになっています。見た目だけじゃなくてこのザック背負い心地も良くてですね、ここのストラップの部分にチェストストラップって言って肩と肩を固定してくれるこのねストラップがあることによって肩への負担が少なくなって長時間背負うこともできるので、このザックは本当に
おすすめかなというふうに思っています。中にPC をパソコンを入れる入り口が元から作られているところで PC がこのカバンの中で揺れることなく持ち運ぶことができるっていうところが非常に気に入っています。なぜこのタイミングで紹介したかというと、新しくリニューアルされたみたいで今でも発売されているっていうところで皆さんにもねぜひ手に取ってほしいなというふうに思ったので今回紹介してみました。ビジネスシーンそしてアウトドアシーンでザックに迷っている方がいればぜひねこのザックを手に取っていただければなというふうに思います。今回ね紹介したギアの詳細については概要欄にリンク先を貼っていますのでそちらを見ていただければなというふうに思っています。というわけで今回の動画が良かったと思った場合には高評価グッドボタンの方よろしくお願いします。というわけで本日の動画は以上となります。本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。